足立区西部の町、江北。一級河川、荒川放水路の東岸。小久橋通りの西側に位置している。そして、街歩きブログ仲間やアングラ系サイトなどの間では、こうも呼ばれる。足立区の真髄と。広い町内には日暮里・舎人ライナーの江北駅もあるが、北から南下していくルートにしたかったので、西新井大師西駅で下車。駅前から大規模な団地が広がっている。もともとは足立区西部地域の例に漏れず、鉄道空白地帯で、2008年の日暮里・舎人ライナーの開業で発展具合が加速した地域だ。今回訪れてみると、以前と同様、団地だらけの街並みなのだが、どこか平和でおしゃれな雰囲気がある。外国人もよくすれ違う。UR の団地が駅近なのも大きいだろう。さて、まずは西側へ行ってみる。こちら、都営江北アパート。江北が足立区の真髄と呼ばれるゆえんの一つは、こうした都営住宅の多さにあるのだろう。この辺りは以前も訪れている。この辺りだったと思うが、以前に団地探訪として歩いた時の写真がある。写真は2014年。改めて随分時が経っている。案内図には上沼田団地とあるが、Google マップで探しても出てこないので、団地自体が消滅してしまったようだ。レトロ団地好きじゃないと見慣れないと思われるこのベランダ側のたくさんの配管。これはもともと風呂なしの物件に後付けで浴室を設置したものだそうだ。団地好きのブログ仲間に教えてもらった。しかしこの時にはもう立ち退き済みの住棟からベニヤで封鎖され、解体されるのが間近であることを示していた。確かに住棟はかなり古びていた。上沼田団地は1960年代の竣工だった。この団地にはこんな変わり種の給水塔があった。こちらももう姿を消してしまった。こちらは向かいにある上沼田第三アパート。こちらの都営住宅は健在だ。住棟の建て替え工事は進んでいるようだが、唯一給水塔が残っているのも良い。
近くで見るとかなり年季が入っているが、頑張れよ。もう君しかいないんだ。近くには古い案内板もあったが、これはもう案内の体を成していない。まだ建て替えの済んでいない銃刀の中には、団地商店街が入っている10号棟もあった。現在はというと、住居部分は閉鎖されている。そして店舗は、こちらもすべて撤退済みになっている。閉店の挨拶かなと思ったが、コロナの頃の張り紙だ。ということは、2019年から2020年あたりまでは営業していたのかな。すべての扉や窓はベニヤで塞がれている。その先の店も同様。落書きもされているが、そのうちバリケードに囲まれ、解体工事が始まるだろう。もう商売もやめてしまったのだろうか。解体される前に商店街の裏の通りも見ておこう。すぐ隣までは工事用バリケードが来ているので、商店の荷物搬出待ちなのかもしれない。いずれにしても人が暮らしている気配はない。すぐ隣までは新しい住棟、6階建てだ。もしかしたら解体はせず、リノベーションにとどめる住棟もあるのかもしれない。また、建て替え工事の様子がない住棟もあった。さて、この団地には憩いの公園がある。ここ、上沼田北公園には、足立区で多く見られるタコ滑り台がある。広い敷地にタコがいるため、タコ壺まであって、タコも嬉しそうだ。可愛らしいペイントで落書き被害もない。そりゃ頭も光るっちゅうもんだ。ゴミも
前より少なくなっている。ここも印象に残っていた。団地住民御用達であろう商店街。正広商事ナンバー35、人の名前ですかね。八百屋や学習塾などが入っている変わった作りの長屋商店街だが、懐かしい雰囲気だ。このコンビニのとこにはでかいおもちゃ屋があったはずなんだけど、なんて言ったかな。なくなっている。さて、今回は長丁場。コマーシャルの後もまだまだ続きますよ。さて、後半にも団地は出てきますが、より注目したいのが商店街。団地があれば団地住民が使う商店街があるはず。しかもこれだけ都営団地が密集している港北には、団地と同時期にできた商店街がきっとたくさんあるはずだ。以前2014年に訪れた時も、上沼田の団地内および団地周辺には必ず商店街があったものだ。東京女子医大のある押部通りを南下すると、次々と団地が現れるんだが、商店街は見当たらない。もう少し住宅街の奥まった場所に残っているかもしれない。深い場所へ入り込んでみよう。するとまず古い公園が出てきた。上沼田公園。先ほどのタコ滑り台と比べるとメルヘンながらどこかメランコリックな作風だ。住宅街へ入り込むと細く入り組んだ路地になって、ようやくこの界隈らしい懐かしさが出てきた。
お、商店街らしきものを発見。上沼田町会館という建物。上沼田町は1976年に港北の一部になることで消滅した町名なので、建物もそれなりに古いはずだ。隣は上沼田北野神社。さらに奥には港北省の前身沼田小学校もあったという薬王院。この辺は港北の中でもかなりディープエリアだ。私も初めて訪れました。いやー、美しいですね。曲がりくねった路地を進むと、また団地らしきものが見えた。今度は3丁目第3アパート。この辺りまで来ると団地の周りに商店が見えてくる。鳩ヶ谷街道にも名もなき商店群があり、これは嬉しい発見だ。住宅街の路地だって細く入り組んだ路地が続いていて懐かしくなる。私も北千住に住んでいたことがあるんですが、こういう路地の多い町でした。おお、再び商店街の予感。いかにも下町の。いいぞいいぞ。
やはりあった。韓国食材なんかもあり、そして昭和的ファンシーな久志店ともポイント高い。やはりこちらも商店街の名前は探しても見つからないが、足立区の面白さではないか。あれは煙突銭湯かな。その通りだった。こちら港北湯は現役です。港北湯のある通りは港北バス通り。この通りにも古い店舗がたくさん並んでいて、おそらく昔からバス通りとして西新井大師の参拝客なんかで賑わっていたんではないだろうか。バス通りより南にも2丁目や1丁目に都営団地があり、東京都のホームページによると、都営住宅団地は港北だけでも令和4年3月現在で10の団地がある。まさに足立区の真髄。広い町内に都営住宅と名もなき商店群が点在。毒っ気は薄まった感があるが、足立区の典型的な街並みと言えるのではないだろうか。